皆さんこんにちは。今回は近畿地方すべての紹介を終えましたので、その中から実際に行ってよかったところを10カ所厳選してきました。約3ヶ月にわたって全12本の動画で近畿地方を紹介してきました。近畿地方は日本の中でもトップクラスに人気の観光地が多く、厳選するのはかなり難しかったですが、厳選した10カ所はぜひ皆さんにも一度は遊びに行ってみてほしい場所となっております。また動画の終盤ではいよいよ来週から始まる新企画についても詳しくお話をしておりますので、今回も最後まで見ていただければと思います。西日本すべての都道府県の紹介を終えたということで、まずはこれまでの思い出なんかをお話ししながらお届けしていきます。このチャンネルを作って動画投稿を始める前にですね、左半身麻痺の病気で入院中に YouTube を始めようと思い、自分なりにいろいろと考えてからスタートしました。これまでカメラを扱ったこともなかったですし、当然動画編集の技術もなかったので、その勉強をしてさあカメラを買おうと思ったらですね、半導体不足という状況に直面して、なかなか機材が手に入りませんでした。数ヶ月待ってようやく機材が揃い、沖縄県から撮影をスタートしたわけなんですが、実際に撮影に行ってみると想像の5倍大変でした。夏頃に撮影を始めたので、まずは暑さと、撮り始めたのはいいもののなかなか上手に撮れず、編集でどうにかすればいいと簡単に考えていましたが、そううまくもいかず、この先本当にやっていけるのかと不安になったのを覚えています。実は最初の沖縄県の撮影では宮古島にも行っていたのですが、そこでは SD カードを入れ忘れて帰って確認してみるとデータが一つもなかったりと、本当に散々なスタートでした。そこから九州地方を回っていく中で徐々にコツをつかんできて、旅の予定やホテル、レンタカーなどの予約にも詳しくなってきました。四国地方、中国地方の撮影に行く時には編集のこともより考えて撮影するようになってきて、あ、俺 YouTuber やってるわと実感するようになりました。そして近畿地方では要領よく撮影にも行けるようになりましたが、まさかの機材トラブルにより急遽声を入れての投稿をすることに。このハプニングがまさかの好評で、そこから声を入れての投稿を始めました。驚いたのは、その時に声を褒めていただいたことで、これはさすがに想定外でしたが、素直に嬉しかったです。歌声も聞いてみたいとリクエストがありましたが、さすがに勘弁してください。というかそこに需要はないでしょう。いつかそういった機会があればって感じですかね。西日本すべての都道府県を旅する中で素敵な出会いもたくさんありました。中でも和歌山旅行の晩にたまたまお店で出会った地元の方と仲良くなり、そのまま飲みに連れて行ってもらったのが一番の思い出かもしれません。また和歌山へ行く時には一緒にお酒でも飲みたいですね。話は変わりますが、最近では日本人の視聴者が多くなってきたこのチャンネルですが、初期の頃から海外の視聴率の方が高いです。僕自身も現在英語の勉強中ですが、まだまだ会話ができるようなレベルにはありません。各地で海外の方がたくさん日本へ旅行へ来られており、たまに道を聞かれたり話しかけられます。勉強を始める前までは早いし、なんて言ってるか全く分かりませんでしたが、今では聞き取ることは割とできるようになりました。これは旅を重ねていく中で自分自身の成長を感じたポイントで嬉しかったですね。次は会話ができるように頑張りますが、やはり何かを頑張って続けるっていうのはいいことだなと改めて感じました。ということで、昨年の12月から始まったこのチャンネルも少しずつ形を変えながら成長中でございます。最初は不安だらけのスタートではありましたが、初期の頃からコメントをくださる方がいたり、動画を見てくださる皆さんのおかげでこうして元気に動画投稿を続けることができています。
本当にありがとうございます。各地の紹介や旅の思い出に関しては各動画で話しておりますので、もしよかったら概要欄にリンクの方を貼っておきますので、そちらから見てみてください。ここからはいよいよ来週から始まります新企画について詳しくお話ししていきたいと思います。近畿地方の紹介の途中からもうしつこいくらいに告知をしてきましたが、ついに来週から始まります新企画のタイトルはドル旅です。全く意味がわからないと思いますので、始まる前にこの動画でしっかりと説明させていただきます。先ほども少し触れましたが、このチャンネルの視聴者層は海外の方が多く、最近では日本人の方も多くなってきました。そこでアメリカの公式通貨であるドルと日本中を旅して紹介していくということで、旅、これを掛け合わせてドル旅と名付けました。実際にはドル旅と言っておりますけれども、正しくはですね、ドル旅ですね。はい。ちょっと調子に乗りましたけれども、タイトルにもありますが、100ドル、300ドル、500ドルといったように、旅先での予算をあらかじめ決めて、その予算内でどんな旅ができるかという企画でございます。で、これまでは各都道府県の観光地を中心に紹介してきましたが、今回の企画では予算に応じたホテルや旅館、食事なども紹介していきます。実はこれまでもコメントやインスタグラムで募集した質問で、どのくらいの予算で旅行していますかや、お金どのくらいかけてますかといったような質問をいただいておりました。なので海外の視聴者にも伝わるように、その日の円相場に応じた金額で実際に旅行する様子をお届けすることにしました。旅行先は僕が西日本でもう一度行ってみたいところや、もう少し深掘りして紹介したいところを中心に決めておりますが、事前に募集した視聴者の方からのリクエストにもお答えして選んでおりますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。ドル旅という新企画を始めるにあたって、いくつかのルールを決めて始めたいと思いますので、ここから動画は後半へと続きますが、ぜひ最後まで見ていただければと思います。今回の企画ですが、大前提で皆さんの旅の参考になるようにというのがテーマです。しかしそれぞれ住んでいる場所が異なりますので、まずスタート地点からゴール地点は事前に指定します。スタート地点からゴール地点までを事前に決めた日数、予算で旅をする、これが一つ目のルールです。例えば東京駅スタートで1泊2日東京の旅を100ドルで楽しみ、翌日東京駅に帰ってくるまでを紹介するといったような形です。もちろんその間のホテルや食事、交通費全て込みです。2つ目は全て一人旅で行くわけではないので、使ったお金は全て1人当たりの料金で計算します。例えば2人で旅行へ行きレンタカーを借りて1万円使った場合は1人5000円使ったという計算にします。この2つのルールを守り、僕が全力で楽しみ、皆さんにこの予算でこの旅行ができますよというのを紹介していきます。これまでの旅行ではしっかりと予定を組んで観光名所を回ってきましたが、このドル旅では予定を組まずにその場その場でしたいこと、食べたいものを決めて楽しんでいきますので、きっと何かしらのアクシデントやハプニングも起きると思いますが、そのあたりも楽しんでみてもらえたらと思います。今回のドル旅からホテルや旅館も紹介できるということで、そのあたりも皆さんの参考になればと思っております。予算に応じて旅行していくので、格安ホテルに泊まることもあれば、もしかしたら高級旅館に泊まったりなんかもあるかもしれませんので、今後の展開にぜひご注目ください。また食べ物もこれまで以上にしっかりとご紹介していこうと思っておりますので、完全に僕の好きな食べ物ばかりになると思いますが、僕がどんな食べ物をチョイスするのかも含めて楽しみにしていただければと思います。まだドル旅に関しては撮影も始まったばかりなので、
今後も皆さんからのリクエストをお待ちしております。ただし西日本の振り返りを兼ねての企画となっておりますので、これまで紹介してきた西日本の中からのみとさせていただきます。ぜひ行ってみてほしいところ、紹介してみてほしいところ、ホテル、旅館、飲食店ございましたらコメントの方よろしくお願いします。さて、ここまで新企画のドル旅についての説明をしてきましたが、いかがでしょうか。僕はもう次回の動画投稿が楽しみで仕方ないです。実際に1本目の撮影はすでに終えてますが、1本目からたくさんの方の協力もあり、かなりいい旅となっております。これは皆さんも行きたくなる、そんな旅となっておりますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ありがたいことに再生回数も徐々に伸びてきて、それに伴い総再生時間も収益化まで3分の1をクリアすることができました。しかしこのチャンネルを見てくださるほとんどの方がチャンネル登録をされていない状況です。これまでは自分自身をなかなかさらけ出すことができず、硬い感じになっておりましたが、今後は少しずつでも個性を出しながらやっていきたいと思っています。前々から顔出しはしないんですかとコメントいただきますが、顔出しは現時点では考えておりません。ただ僕も YouTube をやっている普通の会社員ということで、もっと皆さんが親近感の湧くようにこれからやっていければと思っております。3つの持病と戦いながらの日々は正直大変です。病気になった当初は何もかもやる気にならず、何のために生きているのかわからない、そんな日も多々ありました。このままじゃダメだと自分に言い聞かせ、絶対に病気を治してやると決めましたが、現時点ではここ日本での治療には限界があり、完治させるためにはアメリカに行くしかないそうです。新しい治療が出ればそれを試して、効果がなければ次の治療、この繰り返しで病院代はかさむ一方です。しかし普通に働いて毎日節約して貯金をしたとしても、到底アメリカで治療を受けれるような金額には及びません。僕の場合はいつ本当にどうなるかわからないので、病気を必ず治すと誓ったその日から毎日を全力で楽しみ、全力で過ごすことに決めました。バカだなと思う方もいるかもしれませんが、病気の僕がこれだけ楽しんで人生を過ごしていたら、少し嫌なことがあっても、悩んでいることがあっても、それが可愛く見えてくるかもしれません。もちろん日本の良さを世界に届けたいという思いがあり、今この活動をしています。しかしそれだけではなくて、一人の人間がハンデをものともせずに人生を楽しんでいる、そういったところもお見せして、みんなに元気や勇気を与えたいと本気で思っています。入院中にいつも思っていました。お金があっても病院では売店でしか使えない。時間があっても誰かに会って思い出を作ることはできない。でも今元気なうちは何でもできます。思い出は宝物、 Memories are treasures。 この頭文字を取ってマットという名前で活動することにしました。この言葉通り、僕自身思い出という宝物を増やしながら病気の僕なりの生き様を見せていくので、ぜひチャンネル登録をして応援してください。最後は少し熱くなってしまいましたが、今話したことは全て本心です。あの時病気になってよかった、あの時があったから今の自分があると、いつか笑顔で言えるように頑張ります。今回は西日本の振り返りということで、いろいろな話をさせていただきましたが、来週からの新企画では全力で旅を楽しみますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた来週。